ション技術に進展があったので説明していきとうございます。今回のサスペンション解説の前提として小タイヤの性質と前回の動画で紹介した小タイヤ式サスペンションについて軽く復習します。小タイヤはフェンダー部分とタイヤ部分からなります。起動するとタイヤ部分が回転を始めます。タイヤ部分に接着したものは切り離され、車はタイヤの摩擦で前に進みます。走行中、タイヤ部分は高さを変えたり潰れたりして凹凸があってもできるだけ全てのタイヤが地面に触れるように調整してくれます。この機能をサスペンションと呼びます。前回はタイヤ部分にプルプリ再現素材をつけることで回転時の切り離しを無効化し、サスペンション機能のみを利用することに成功しました。小タイヤサスペンションを四輪につけた車を製作し、重量と燃費を代償に高い走破性、安定性を得られることを確認しました。ということで以上がこれまでの流れです。そうして動画投稿後に三輪車で遊んでいた時ふと気づいたんです。こいつ接着してるのに走るぞ。接着してる摩擦力は失われない。4個分の重量とは対角線上のタイヤ同士の波に合わせてタイヤが動くようになります。特には外部に取り出せる。ひらめきました。サスペンションと走行を同時に行えばいいんです。例えば後輪タイヤに駆動とサスペンション役を兼任してもらい、前輪タイヤの可動域を上げるということです。接続はこのようになります。まず後輪タイヤがあるとします。後輪のタイヤ部分に前輪のフェンダー部分を接着します。杭や重り、カリングを利用したQリンクで前輪を前に移動します。このようにして前輪のフェンダーと後輪のタイヤが接続された状態を作ります。この状態では前輪の可動域が通常の2倍になります。後輪の可動域を借りている形です。もちろん前後逆でも作れます。現状でも十分可動域は増えているのですが、まだ上に行けそうなのでさらに改良していきます。現在のタイヤ同士の接続はこんな感じ。まっすぐつながっています。この状態からQリンクを用いて前輪を入れ替え接続をクロスさせます。なぜクロスさせるのかというと、対角線上のタイヤが連動して縮むことで走破性が上がるからです。例えば左前輪が岩に乗り上げたとします。するとこの時右後輪のサスも連動して縮みます。すると他の二輪を軸に車体が右後方に傾くはずです。この傾き分左前輪は高く上がり、より大きな障害物を乗り越えられるようになります。逆に後輪が岩に乗り上げても前輪が上がることでタイヤがうまく接地してくれます。また前輪が岩などで弾かれてもスピンしにくくなります。これらが接続をクロスさせる利点です。デメリットは接続が長くなることでタイヤの横ブレが起きやすくなることでしょうか。でもブレてる時って衝突や着地の時なのであまり気にしなくても良さそう。低減外れの馬宿の瓦礫道を登ってみます。クエストで通った方も多いと思いますが、ほとんどの方が近くの大タイヤでクリアされたのではないでしょうか。ここを小タイヤで登れたら激アツです。クリアです。切り返しはありましたが、登れたこと自体に価値がありますからね。これで OK です。はい、エンディングのコーナーです。今回はQリンクと小タイヤの切り離し無効化を組み合わせた機構を紹介しました。従来型の問題である重量と燃費を改善しつつ高い路面追従性を確保することができました。若干くねくねしてますが、ボディ全体を使って走る設計なのでまあよしとします。アーツ数が変わらずアクロに強く上りも速い、なかなか良いものを作れた気がします。投稿時点ではまだスイッチ2を入手してないので配布はありません。手に入ったらチューンドカー配布とかしたいんですけどね。さて今回はこの辺りで失礼します。それでは。